こんにちは、日本語クラスです。お元気ですか？私は元気です。今日は痴漢。はい。私が痴漢にあった話をします。はい。ってね。そんな話すんのかよ。あと、大丈夫ですかってね、先生大丈夫ですかって心配してくれる優しい人もいると思います。はい。大丈夫です。はい。あのこの痴漢にあったのは昨日とか今日とかじゃないので、私の気持ち心は落ち着いていますので安心してください。大丈夫です。皆さんに話せるぐらい大丈夫です。全然大丈夫です。はい。でもね、せっかくですので本当の話をして、皆さんにも気をつけてほしいし、日本って今こういうこと問題なんだなっていうのを知ってもらえたらいいなと思って話そうと思います。はい、よろしくお願いします。ですのでテーマは痴漢ってちょっとなんか気持ち悪いとか怖いとかなんか嫌だってなんかもっと楽しい話聞きたいって思うと思うんですね。はい。ですがこれも一つ大切なことだし、私にとってもこの痴漢にあったっていうことはもう昔なので、もうもうちょっと笑えるというか笑っちゃいけないんですけどそういう気持ちで話せますので、暗い話怖い話じゃないですから、ぜひ聞いていってください。はい。じゃあ、先にちょっと、ポッドキャストなんですけど、ちょっとだけ写真を見てください。ちょっと難しい言葉が出てくるかもしれないので、先にね、確認しておきましょう。この痴漢というのは知ってる人多いと思います。このスライド、写真のように、大体は男の人が女の人の体を触ったり、その人の近くに行ったり、または女の人の頭の髪の毛の匂いを嗅ぐいい匂いだなってで嗅ぐことも痴漢になります。はい。痴漢というのは、漢字だとこういう漢字、ちょっと難しいですよね。漢字の漢ですね、こっちはね。漢字の漢に、ここは知っているの知を使います。はい。そして、今日私はこの言葉をよく使います。これです。ちょっと見ましょう。見てください。痴漢をする。痴漢をするというのは、やる人ですね。触る人のこと、痴漢をする。で、こっちは、痴漢に遭う。だから痴漢をされる人のことです。痴漢に遭う。で、遭うは友達に会うの会うじゃなくて、悪いことに遭ってしまうという意味で、このちょっと難しい漢字を使います。はい、痴漢に遭うです。で、同じ意味で痴漢の被害に遭う、これを言ってもいいです。被害ですね。こっちは痴漢に遭うはここ被害にがないですね。被害にがない。ということです。今日私はよく痴漢に遭うとか痴漢に遭ったとかよく言うと思いますので、どういうことっていうのを今分かったと思います。痴漢をされたということです。誰かにされる、です。はい。じゃあ、今日は大きく3つこれから話しますね。1つ目、痴漢はどういう時にいるか。痴漢をする人なんですけど、痴漢をする人のことをもう日本人は痴漢、あの人は痴漢だって言います。はい、もう人のことと思っていいです。はい。どんな時に痴漢はいるかとか、どういうところにいるかという話です。はい。2つ目は、痴漢をしたら警察に捕まるか捕まらないか。で捕まったらどうなるかという話しましょう。はい。で、3つ目が私の経験です。はい。私が痴漢にあった話をします。はい。じゃあ行きましょう。まず、そもそも日本の、状態ですね。痴漢はどういう時にいますかというのは、ちょっと最初だけすみません。スライド見てください。このように、電車あります。
そして待っている人がたくさんいます。みんな乗りたい。乗れません、もうこんなに。ですので、それでも乗らないと会社に間に合わないから頑張って乗るんですね、みんな。はい。ですので電車はもうこんな風になってしまう。もうまだ入るみたいな、押して押して中の人もっと入って中に入ってって頑張って入るんですね。で、このようになったり、この手のスタイルは私もやったことあります。こうやってドアのとこに持ってまだ入るでしょもうちょっと後ろの人お願いします。もう無理やり入る、無理やり入るですね。はい。でそれでもダメだと駅員さん、駅の働いてる人が押します。ちょっとはい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 、皆さんもうちょっと流れて押して無理やりドアを閉める。はい。もう中はもう大変なことになっています。もう寿司みたいになってます。みんな巻き寿司、海苔巻き食べたことありますね。握り寿司じゃなくて巻く寿司です。韓国とかでも食べる、キッパって言うんでしたっけ、韓国だと。巻く寿司、あれみたいにもうギューッとギューッとされます。どん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 人が入ってきます。はい。例えばこれもね、そうですね。そんな感じ。はい。ですので、日本はもうこういう状態です。はい。これはもうコロナの前もそうだし、残念ですが今もこういう電車はまだまだ多いです。日本は。はい。そしてそれでもみんなは会社に行かなければいけないから、満員電車ですね、いっぱいの電車に、乗って朝行くし帰りも同じことが起きます。はい。帰りも6時ぐらいから8時ぐらいまで、夜の6時から8時ぐらいまではこのような、ラッシュアワー、もうお客さん、乗る人がいっぱいという時間が続きます。はい。ですので私ももちろん乗っていたことありますし、そうですね、混みすぎてて、電車が混みすぎていて傘がなくなるっていう話もよく聞きます。すごくないですか？電車で雨降る日で傘を持ってこの満員電車に乗ってたら人が入りすぎて、持っていた傘がもう持ってたんですよ、ちゃんと持ってたのにどんどん人に押されて自分の傘がどこか行っちゃった、もう手から離れてどっか行っちゃって傘がなくなったっていう話も聞いたことあるし、弁当お弁当お弁当の袋を持ってたんだけど満員電車で人に押されてどこか行っちゃった、なくなったっていうのも聞いたことあります。はい。私も本当になくなりそうになって、すごいもう弁当をこうギュッと持って、ちょっと私の弁当を守るって子供みたいにこう守って乗ったこともあります。はい。そのくらい日本の電車はもうクレイジーですね。もうおかしいです。こんな電車に日本人の人は毎日毎日乗って会社に行って仕事をして帰ってくると。はい。で、ちなみに日本の全部の電車がこんなに混んでいるわけではないです。はい。今聞いてくださってる方でも、いろんな日本のいろんなとこにいる人いますね。東京だけじゃないはずです。で、このような、満員電車はやっぱり東京が一番日本の中でも多いです。はい。あのそれで私ちょっと調べてみました。日本人はどのくらい電車に乗っているのかというのを、はい。皆さんびっくりすると思います。はい。日本の電車に乗る人の数、1日で乗る数、1日に何人この、駅を使ってますかというランキングがあります。それ、世界で一番は、はい、もちろん日本です。はい。そしてその中でも駅は東京駅じゃなくてどこだと思いますか？みんなが使う駅。さあどこですか？そう、東京駅の近く、
渋谷、原宿、どこかな。はい、答えはですね、新宿です。はい、新宿は世界で一番電車に乗る人、利用者と言います。利用者数、利用する人の数が世界一だそうです。世界一なのでギネスブックに載っています。はい、おめでとうございます。嫌なおめでとうございますですね。全然いいことじゃないと思います、これ。はい。新宿は1日に電車に乗る人、新宿駅を使う人の数は世界で一番で350万人だそうです。350万人。で、2位が渋谷。渋谷が310万人。新宿の方が350万人でしたから40万人多いですね。で、3位が池袋です。はい。池袋253万人。はい。ワン、ツー、スリー全部東京の、はい、駅ですね。そして4番目が、じゃあどこか外国の国ですか？いえいえいえ、まだまだ日本です。はい。4番目は大阪。はい。大阪駅229万人。少ない少ない。新宿350万ですからね。229万人です、大阪。はい。そしてもうその後、1、2、3、4、5番目から8番目まで全部日本です。東京の駅です。はい。そして9番目にやっと外国が出てきます。それはインド。インドのハオラ駅という駅だそうです。そこは何人ですか？使う人は300じゃなくて100万人。100万人です。新宿駅は350万人。インドは100万人。はい。3分の1以下です。はい。そしてその後、そのインドが9位で、10位もまた日本。はい。で、11位日本。そして12番目にまた外国一つやっと出ます。それはフランスのパリです。パリの駅。これは92万人だそうです。92万人。で、今の12位で、13位から20位までは1個だけインド出ますが、もう全部日本です、その後。13から20、もう日本。はい。大体それは東京の周りの、または東京駅の近くの駅です。はい。ですので、まあ、1位から20位まで見ると、もう3つですね。3つだけ外国だけど、17駅は全部日本。はい。もう、おめでとうございますですか？それか、残念ですねですか？私は残念ですねと思います。本当に。はい。そのぐらい、日本は電車を乗る人が多いんですね。はい。確かにコロナが始まってから、そして今コロナの後で、毎日会社に行く人は少なくなったんですが、それでもまだまだ多いはずです。はい。ですので、このように満員電車はやっぱり今もあります。はい。そしてこういう満員電車だと、やっぱりもう皆さんね、想像、イメージできますよね。電車の中はもう人でいっぱいです。ですから、このスライド、ちょっと今見てください。スライドのように、人と人がとても近くなってしまいます。どうしても。こっちのおじさんとかとっても近い。こっちはちょっと人いないけど、はい。実際はもう本当にみんなの体が当たります。うん。ですので、そこで、やっぱりこれが起きる。痴漢。はい。痴漢をする人が出てきます。はい。うん。やっぱりね、日本人はこう人を触るのが好きなんですか？こう良くない趣味があるんですかって思わないでほしいです。そうではなくて、やっぱり電車の使う人の数が世界と全然違うので、
状況が皆さんの国とは全然違います。ですので、この痴漢というのがやろうと思えばやれるんですね。できてしまう状況です。残念ですが。はい。ちなみにイギリスのロンドンも満員電車だそうですね。ですので同じように痴漢っていうのが問題になっているっていうのをはい、インターネットで読みました。うーん、これは本当良くないことです。はい。そしてじゃあ次に2つ目ですね。じゃあこの痴漢をしたらどうなるのかっていうこと。はい。痴漢をやったらごめんなさい、すみませんでいいですかと。いえいえ、ダメです。これはもし痴漢をして、例えばちょっと今スライド見てください。痴漢をしてこの女の人があなた痴漢したでしょ、私のお尻を触ったでしょとか言ってこの人を捕まえる、ガッと持って、ちょっと私と一緒に駅員さんのとこに行きますよとか、警察呼びますよこれから逃げないでくださいねとかで、実際に警察とかが来てこの人が警察とかに捕まったら、この人は、警察に連れて行かれて、何ですか、ひどい重い場合だと捕まります、警察に。はい。で、そうですね、これはどういう痴漢をしたかによって、どのくらいあなたは悪いですねと言われるそのパーセンテージが変わるんですが、うーんと大体は6ヶ月以下、6ヶ月未満警察に捕まる。刑務所と言います。刑務所、悪いことをした人が集まってそこで生活させられる場所です。刑務所に入るのが6ヶ月以下、それか50万円以下の罰金は払うってことです。お金を払う、すみませんでしたを払う、どちらかだそうです。はい。だけどもっと厳しい場合、本当にあなたは本当に悪い痴漢ですねっていう風になった時は6ヶ月以上捕まる。そして10年以下、長くても10年まで警察の、刑務所で生活しなければいけない。10年以下、長いですよね。そうなので、しっかり日本はこういう法律を作っています。あります、こういう法律。そうですが、それでもなかなか全部の痴漢が捕まらない。そして痴漢がなくならない、やめないというのがやっぱり問題ですよね。いくら満員電車だから、誰もわからないでしょ、人がいっぱいいるから、私がやったってどうしてわかるんですかって言うことできますよね。逃げられますよね。だからどうしようと、よくないよってね。それで、確かに防犯カメラもあるんですけど、日本はまだ電車の中、あの全部の電車にカメラがついているわけではない。はい。新しい電車はつけるようにしているらしいんですが、まだまだ全部じゃないですね。はい。だから絶対カメラで撮られているとも限らないし、実際カメラがあってももう本当に電車人がいっぱいなので、カメラに映らないかもしれない、カメラで見えないかもしれないです。うーんそうですね。ですのでカメラがあっても安心じゃない。残念ですよね、本当。そうで、じゃあまず日本の状態がこれでした。そしたらじゃあ私の経験について、お話ししますね。私が痴漢にあった話です。はい。これはつい最近のことではないです。そ
だから今日少し明るく、話せます。私も大丈夫です。はい。私が痴漢にあったのは、20年くらい前です。そう。私が高校生の時です。はい。私は高校生の時なので、もうほんとだいぶ前ですね。学生の時。で、えっと、私が高校に通う時です。だけど、私はいつもは自転車で高校に行っていました。はい。自転車でね、25分ぐらい、すっごい早く自転車を漕いで毎日行ってました。はい。楽しかったですよ。はい。で、その時に偶然雨の日だったかなんかで、自転車で学校に行けないから、その日だけは電車に乗ったんですね。そうで、その時に痴漢に遭いました。はい。もうなんで今思うとね、ほとんど電車なんて前に乗らなかったのに、その中の唯一1回、その日、まあ1回じゃないですけど、1年にだって多分10日も乗らない、電車に。学校に行くのに、本当に。ほとんど雨降っても私はカッパなんとかカッパとか濡れないようにして頑張って自転車で行っていたので、自転車の方が早いんですよ。早く着くんです。電車の方が大変なんです。電車乗って、その後バスに乗って学校着く。だからもうめんどくさいから、いいや、自転車でと思っていたんですが、その時だけは電車に乗って行った。で、行ったのが、それは私は行って、痴漢にあったのは帰りでした。学校帰る時。だから、えっと、5時半とかだったと思うんですね。その日。はい。で、そうですね。ちょっと思い出しながら話すと、立ってました、私。座らないで、人が座っている、日本だと3人座るとこと12人ぐらい座るとことってありますよね。3人立つところの方だから、出口の近くの椅子ですね。そこの椅子に座ってる人が3人いて、その前に立ってました、私。で、友達と一緒にいたんですね。それで友達も横に立っていた。一緒に立ってた。で、前には座ってる人がいます。はい。で、私たちは立ってそのまま話していた。で、私は手をつり革というんですけど、ここの絵の通りです。ここの持つところを持ってました。やっぱ揺れて、もし何かあったら良くないから、持って、右手で持って左の方を見て話してた。友達が私の左にいた。で、話していて、で、まあ、高校生ですから、もう話すの大好きですよ。もう楽しい話を、もう、全然どうでもいい、大事じゃない変な話を、まあして、へへへへとか言って笑ってた。で、そしたら、なんか、背中が熱いと思いました。あれと思って、なんか誰か私に当たってるな。あ、そっかそっか、私もっと前に立たないと、後ろの人に邪魔なんだな。きっとこの電車混んできた。人がいっぱいいるんだなと思って、前の方にもうちょっと立って座ってる人いるんですけど、もうちょっと近づいたんですね。でも、そのなんか背中が熱い、誰かが当たっている、誰かがいるのが変わらないんですね。なんだろうと思って、で、ちょっと後ろ少しパッと見たら、まあ、人がいたんですけど、まあ別にこれはよくあることだしと思って、混んでるのかなって思って、でそれより大事なのは友達と話すことの方が大事なんですね。その当時の高校生の私は、まあ、面白い話してたんでしょうね、多分。でその話に集中するためにうんうんうんって聞いてるから、背中とかあんまり気にしない、どうでもいいんですね。で話してて、でもやっぱりなんか変だと。でなんかさっきより近くなってきた気がしたんですね、背中が熱い。うん。と思って、でもう一回後ろ向いたら、あ、
男の人が立ってるんですよ。まさにこの写真、この絵のように、これはおじさんですけど、私の後ろにいた人は30代ぐらい、30歳ぐらいの、お兄さん、私から見たらお兄さん、当時のね、高校生から見たらお兄さんくらい。でもお兄さん、ちょっとおじさん入ってるかな、ちょっとおじさん入ってるぐらい、私より背が高い、はい、人で、えで、よく見たら、周りは全然混んでないんですよ、電車。そんなに人いないんですよ。確かに椅子はみんな座ってていっぱいだけど、全然混んでない。朝のさっきのラッシュアワーみたいに人がもういっぱいで、私の傘がどこかに行ってしまうとかそんなんじゃなくて、全然スペースあるんですね、周りに。なのに、この私の後ろにいる人はすっごいもう私にくっついてるんですね。ついてる。もう体がついてるんですね。で、と思って、何してんのこの人。なんでこんな私についてくるのって。と思って、なんだろうって思ったけど、やっぱり高校生だし、私、あんまりその後ろのおじさんを顔を見るっていうのは失礼かなって思って、なんかちょっと振り返るんだけど、私も見るんだけど、おじさんそのままだから、なんだろう、この人ここに立ちたいのかなと思って我慢したんですね、私。それで隣で話してる友達は何も気にせずずっと話し続けてるんですね。そこがちょっと面白いですよね。今思い出すと、あの友達も何か気づいてほしかったんですけど、全然そんなことは全然気がつかず、ずっとただなんか面白い話を私にずっと聞かせてきてましたね。はい。でも「うんうん」とか言って聞いて「あ、そっかそっか」とか言って「面白いね」とか言ってて、で何駅かそのまま過ごす。1駅2駅3駅とかで。でなんかある時すっごい近くに来たんですね、その人が。もうついてるんですけど、背中も体についてるし、うん。だからもう簡単に言うと、もう全部体を私に押さえてくる。手は何もしてこないんです、でも。はい。手はそのまま。この絵のおじさんも舌ですよね。その人は手は何もしてこなかったけど、ズボンとか、そういうのを私の体につけてくるんですね。私のお尻のとこですよね。で、何と思って、で、私よくわかんなくて、これ何したいのこの人。なんなの気持ち悪い。なんか、と思って、ここに座りたいのみたいな。私も立ってるよみたいな。何ですかと思ったんだけど、で、さすがにもう、と思って結構強く振り返ったら、ちょうど駅がそこで、ドアが開いたんですね。そしたらその人がバッて出て行ってしまって、何だったんだろうって、その時の自分はよくわからなかったんですね。本当に。バカですよね、自分もね。私も自分がバカだなと思います、本当。で、何だったんだろう。で、隣の友達はまだ楽しそうに話してるし、まあ、いっかと思って、うんうんとか言って、まあ変な、もうなんか誰か私の背中にいなくなったし、まあいいやと思っていたんですが、よく考えたら、あれは痴漢だったというのが、その時も、その後、家に帰ってからとか、よく考えたら、あーっていうのは分かりました。遅い。バカですかってね。本当に。幸せな人ですね、私はね。本当に。でも、私のイメージだと、その時のイメージだと、痴漢っていうのは手で女の子の体を触ったりする。それが痴漢だっていうイメージがあったんですね。だけど、いやいやいや違う。もうそうやって背中を全部体を当ててくるような人、痴漢ですよ。イメージするのは、大きい犬が、例えばゴールデンレトリバーとか、
ハスキーとか大きい犬がすごい好きな人にガバッとこう抱きつくありますよね。うわ好きだみたいなボーンってこう自分に来てもうおわみたいな好き好き好きみたいなすごい尻尾を振ってるフィフィフィあなた好きってやってくるあれの背中にやられる感じですね。もうあれもう離れてみたいな何なのみたいな痛いみたいなあれも痴漢なんだっていうのをその時僕分かってなくていやーバカですね。あれはもう犯罪です。犯罪というのは警察に捕まります。はい。ダメです。あれはダメだ。うん。だから、だってもう私すごい気分悪かったですもん。それやられてる時。何なのって。なんでズボンを私の方に当ててくるのみたいな。何なの気持ち悪いけど、でも何なのこれは痴漢じゃないってわかんないっていう。はい。そうです。だからこれ、どうですか皆さん。いや経験はない方がいいと思います。それで今回ちょっとこの話するのにまあちょっと調べてみました。そしたらやっぱりですね高校生は痴漢に遭いやすいですね。危険。うん、痴漢の人たちはやっぱりスカートの女の人をターゲットにしやすいみたいです。はい。それでやっぱり高校生は危険。どうしても高校生は女の子は日本はスカートを履いていることがもうほとんど100%と言ってもいいぐらいです。で、高校生によりますがとっても短いスカート履いてる子もいるし、この女の子みたいにそんなに短くないけどでもスカート履いてる。はい。で私もですね私は全然短くなかったです。ちゃんと膝この女の子より長かったです私。うんですね。だから普通に考えたらそんななんですかあなたはそんなスカートそんな短いスカート履いてたら男の人が触りたくなるよ見たくなるよって言われる長さでは全然なかったんですね。でなんで私やられたのかなってもう分かんないなって思ったんですけど調べてたらやられる女の子には少し特徴がある。どういう人をターゲットにするかというのがルールみたいな気をつけた方がいい女の人というのがいるらしいです。それが、まずスカート、はい、そして、ちょっと弱そうな女の人をターゲットにしやすいらしいです。はい、ちょっと静かそうな人、うん、あんまりこううるさそうな元気な人とか、特にあと化粧をしている綺麗に化粧してて自分の意見をはっきり言いそうな強いタイプの女性に見える人は痴漢はしないそうです。ほうほうと思ってででも私今だったら今はもう痴漢に合わないと思うんですね。まずスカート全然履かないし、履いても短くないし、あと全然弱そうに見えないです私は。はい本当に電車に乗ってもそんな弱そうには見えないはずなので今はやられないでしょうね。だけど別に高校生の時も別に弱く見えないはずなんですが確かに隣にいた女の子よりこのすごい元気に話してる女の子の方がスカート短かったんですね。みんなが結構想像する結構短いスカートの子でした。で私は長い。別に私はそんな短くしたいっていう気持ちがあんまりもともとない。短いのが素敵綺麗だっていう風な考え方では私はなかったんですねその時ね。だから普通の長さ膝よりちょっと長いくらいかな。だから結構長いでしょ。パンツ絶対見えないですよ。だけどだからかもしれないと思って。だからちょっと弱そうに見えた。ちょっとなんか痴漢をしても
この人痴漢です助けてくださいと言わなそうだなと思われたのかなと思ってます今は。はい。だからやられた。うん。で実際私もその時助けてくださいとか何ですかあなたはとか痴漢がいますとか言わなかったし、うん。だから嫌ですよね。だからすごくずるい。良くないですね。やる人はそういう弱そうな人をターゲットにしてへへへ痴漢しちゃおうってするっていうことですね。うんなので、もう日本は昔からこれは大きな問題になっています。はい。痴漢をする人は、もう若い人もいれば、痴漢する人ですよ。する人は20代、20歳とかからもうおじさんまでもういろいろいます。はい。ですので、だけど、だけどなんです。でも、みんなが痴漢するわけではもちろんないです。なんで痴漢なんかするんだバカじゃないのって思ってる人ももちろんとかほとんどそうです。だけどする人がいるから女の人は結構電車に乗ると痴漢に合わないように気をつけてる。女の人も気をつけてるし男の人も特に気をつけてます。俺は痴漢じゃないと。俺は触りませんよ。何もしないよと言って手を上に上げてるんですね、男の人。そう。ちょっとスライド見せます。これです、スライド。よいしょ。これ。この絵はとても分かりやすいと思いました。人がいっぱいいて、前に女の人が立ってる。これは女子高生が立ってる。で、後ろにサラリーマン、男の人が立ってる。で、この手を下にしてると、もし電車の中で電車がこう揺れて女の人の体に少しでも手が触ってしまうと、女の人たちがちょっとあなた今私のお尻触ったでしょ。お尻はヒップですね。お尻触ったでしょ。痴漢誰か助けてくださいこの人痴漢ですって言うかもしれないので、男の人たちは大体みんな本当に上に上げてます。で上に上げてるだけじゃなくてこう持ってます。このつり革っていうのを持って両手で持って私の手は誰も触ってませんよっていうのをみんなに分かるようにしてる。そういう人多いです本当に。はい。だから男の人もかわいそうですよね。痴漢なんてやらないよって考えてる人がほとんどですから。でも痴漢だと間違われてしまうこともあるから、そうなったら警察に捕まってしまう。はい。そして警察大変でしょそんなことになったら。警察捕まっちゃったらもちろんそれは家族にも分かられてしまうし、会社にも連絡が行きます。警察から。はい。もちろん会社はもうクビです。クビは仕事ありません。あなた何してるんですかってね。犯罪者じゃないですか。犯罪はもう悪いことした警察に捕まるっていうことですから、人を殺したのと犯罪者だし、あれも犯罪者だし、痴漢をする人も犯罪者ですから、どっちも犯罪者です。そんな人は会社にいられません。働けないです。すぐクビです。もちろんです。はい。だから新聞にもね出てしまう、ニュースにも出てしまう、もう日本中みんなに名前と顔が出ます。大変なことです。子供がいたら子供は学校でいじめられます。あなたのお父さん痴漢で捕まったよね。最悪、痴漢汚いとか言われてもいじめられますよ、子供。もう大変です。子供の将来ももう暗くなります。はい。だから、特に会社に行っているお父さんたちはもう絶対間違われないように、私は痴漢なんてしないですよと手を上に上げて会社に行って、帰る時も同じように満員電車で帰ってくる。大変でしょ。これ男の人もちょっとかわいそうですよね。そうということで最近はこういうのができた。ちょっと漢字があります。男性専用車というのができました。
男性だけが乗れる電車のとこ。日本の電車、特に東京の周り、そういう痴漢が多い電車というのは電車が長いです。1車両、2車両、3車両って言います。電車の1個、2個、3個、4個ね、人がたくさん乗りますから、だいたい12ぐらいありますね。で、その12車の中の1つのとこだけは男性専用です。はい、男性しか乗れないですよっていう電車が最近できました。ですがこれはですね、全部の電車、東京の全部の電車ではなくて、ある一部の電車だけなので、まだまだ少ないです。まだまだ少ない、本当に。はい。で、反対に下に書いた女性専用車、女性だけが乗れますよという電車、さっきの12車両、12個の電車あって、1つの電車だけは、これだけは女性しか乗れないですよっていうのは、これは結構前からあります。もう、それはもう20年くらい前、15年、でも20年くらい前からあるんじゃないかな。もしかしたらもっと前ぐらいからあるかもしれない。はい。ありますあります。これはやっぱり痴漢から女の人を守るためでしょうね。はい。で、ただちょっと気をつけてほしいのが、女性専用車っていうのはだいたい朝の時間だけです。その12個は、女性専用車は、朝のラッシュアワーの時間だけ女性専用車になって、その後、例えば9時からは、朝の9時からはもう女性専用車じゃありません。誰が乗ってもいいですっていう風になっちゃったりします。なので朝の例えば6時から9時までは女性専用車、女性だけよ。だけどそれより後は男性も女性もどっちも乗っていいっていうのがだいたい普通です。それが多い。はい。それで間違えて女性専用車に乗ってしまう男性っていうのがいます、本当に。私はよく女性専用車に乗るのでわかるんですが、朝ね忙しくて急いで駅に行って急いで電車に乗ったら、乗ってすぐスマホを見てる、今日のニュース見たりとかチェックいろいろメール確認とかして、それで乗ったその電車のところが女性専用車で、よく女の人に注意されるんです。ちょっとすいません、これ女性専用車ですよって言われて、あ、すいません、次の駅で降りますと言って、急いで出ていくというのは私は何回も見たことあります。はい。そういうのは本当に痴漢をしようと思って入ってきた人ではないですね。本当に間違えてしまった。うん。なんでそういうことあるから、皆さんはもし日本来た時にちょっと気をつけてください。あれ、この電車女の人ばっかり乗ってる、あれ変だなって思ったら、ちょっとあれねと思ってください。うんうん。で、女性専用車っていうのは電車に書いてありますので分かるはずだけど、急いでると分かんないですよね。そしてそこの乗るとこに誰かチェックする人ももちろん誰もいないので、自分で見て自分で考えなければいけないから、男の人は特に気をつけてください。うん。で、そうで、それが最近やっと男性だけ乗れる電車もできたっていうのは、私はとてもいいことだと思います。絶対に何ですか、みんな男性が悪いというわけではないし、男性の方のこの男性専用車に乗っていれば、あなた痴漢ですねと言われなくて済むので、男の人は自分が安全ですよね。だからそれはあった方がいいと思います、私も。うん。ただ、えっと、最近思うのは、ジェンダーの問題ありますね。ジェンダー。男は男らしくとか、女は女らしくとか、あの男の人は女の人を好きですとか、女の人は男の人を好きにならなければいけないとか、そんなことないですよ。もうこのもうにね、この時代にもう誰が誰を好きになってもそれはもう自由な時代だと思います。だから男性専用車だとしても男性が危ない場合もありますよね。
男性を好きな男性いますから、はい、そこもやっぱりそれはそれで気をつけないといけないと思います。それでなんか私ちょっとそういうふうに考えてたら、偶然たまたまインターネットで、えー見つけたニュースが、自分は男性で電車の中で男性に痴漢をされたっていうのを読みました。あ、やっぱりあるんだと。そう、電車で、満員電車だったみたいですね。で、やっぱり私と似てます。そのやられた方法が。なんか体をつけてくる男の人が自分に。で、なんだろうって思って、でも俺男だし、俺男だよ。なんで女じゃないよって思ったそうです、その人。で、これが痴漢なのかな、やっぱりよくわかんなくて、その時はもう仕方がないから自分が降りたい駅の前で駅降りた。うん。で降りてなんか悲しい気持ちになったらしくて、そこにあったコンビニで肉まんって冬食べるまんじゅうですね、肉まんを食べたって書いてありました。かわいそう。でもうよくは知らない駅で降りてしまったから、もうまた電車ね、ちょっと怖いなって思いながら電車乗って帰ったって書いてあって、でその人もなんで痴漢ですこの人って言わなかったかっていうと、一つは私と同じで、これは痴漢なのか痴漢じゃないのかよくわからないって思った。頭でいっぱい考えたって言ってました、その時。でそれと、あの最近その多いのが、痴漢じゃないのに痴漢に間違われて、その人の仕事がなくなる。その相手の、本当にその人痴漢やってないのに、この人痴漢ですって言われて、捕まって警察に捕まって、家族に連絡されて、奥さんと離婚して会社をクビになって、もうそれはまた普通の会社に入れないです、そういうことになってしまうと。はい。でそういう事件が実はあるんですね。最近じゃないけどちょっと前多かったんです、そういうあの間違えて警察捕まってしまう人もいれば、本当にやってないからこの人痴漢ですって言われて、本当に違うって言ってもう急いでその電車を降りて走って逃げて、そしたらそこの走って逃げてる時にホームにいた人と事故になってしまったり、えーと本人なのかはちょっと分かんないんですけど、そこで亡くなった方がいたんですね。死んでしまった人がいる。うん、その痴漢ですと間違われたその逃げている男の人が、本人がホームの電車の方に落ちてしまって死んじゃったみたいな、そういう大きな事件もあって、なんか難しいじゃないですか。本当に違うのに、この人痴漢犯人悪いことしてますって言われて、そうするとその人の人生、その人のこれからの生活全部終わりです、もう本当に。なので、その私がオンラインで読んだその男の人に痴漢された男の人は、この人痴漢じゃなかったら私はこの人を傷つけてしまう、私がもし間違えてたらこの人の人生を全部ダメにしてしまうから、そんな簡単に痴漢ですって言うことできないなってすごく考えたそうです。だって俺男だし、なんで男に男が触ってくるの、なんで男に痴漢するのこの人って、わかんないってすごい思ったって書いてありました。だからそういう気持ちもあるから、簡単には言うことできないんですね。助けてとは言えない。そのやられた人もいっぱい考えるんですね。その人じゃないかもとか、なんか間違いかも、私が勘違いしてるのかも、違うかもって思っちゃう。だから複雑ですよね。うーん。まあ本当悪い話で、わざと本当は痴漢してないのに、あの男の人すごく嫌いだから、毎朝電車で会っててすごい嫌だから、あの人痴漢してますって私が嘘つこうって言って、女の人がですよ、
あの人私のお尻触りました。痴漢です。みんな捕まえてくださいっていう人がいたんですね、今までも。そういう事件があったんですね。で、捕まるんですよ、その人。だからそういう悪いことをする女の人も中にはいるし、なんかなって思います。ちょっと大丈夫日本って。ね、嫌ですよね。本当に。なので、もう痴漢の問題は本当に結構重いなって思います。はい。そう。で、なので最後に私が日本人として思うこと、私が思うことは、本当にこれは、困った問題だなと思います。はい。なんか、やらないでほしいし、あとそもそも、最初このテーマ選んだ時に、なんなんだろう日本人ってなんでもちろんこう電車で満員で触るチャンスがあるかもしれない。確かに簡単に触れますよ。確かにもうほんとわからないですよ。みんなわかんない。こんな電車いっぱいだから。だって自分の弁当なくなるような電車ですよ。すっごい人がいっぱいですから、もうみんなの体が当たってますから。そうだから痴漢をやろうと思えばできてしまうけど、なんかどうですか皆さん、なんかちょっと痴漢をやるってあるいとかかっこ悪いと思うんですよね。なんか触りたいとか、例えば女の人にやるだったら、その何ですか、自分の恋人とか本当に好きな人にの体を触るとか、することをして自分が満足する、あ、これで幸せ、私は幸せって思えればいいのに、そういうふうにできないのか、それだけでは足りないのか、やっぱりちょっと心の問題というか、そういうのが原因なんじゃないかなって思います。うん。で、残念なことに、痴漢する人は結構結婚してる、子供がいる、奥さんがいるっていう人が痴漢してたりするんですよ、本当に。恋人いないんですとか、寂しいです一人でとか、誰も彼女できたことないんですっていう場合じゃなくて、結婚してるんですかあなたみたいな、みたいな、奥さんいるじゃんっていう人がやってたりして、なんか何なんだろうみたいなね、ちょっと思いますよね。この女の子のね、スカートの中を写真で撮る、ビデオで撮るっていうのも痴漢になるんですけど、なんかそういうのも、なんか、なんだろう、やったとしてもすごく小さな幸せなすぎる気がして、なんか変な言い方ですけど、なんかもっと本当にね、本当にこの人素敵だなとか、この人可愛いなって言いますよ、そういう人電車に。確かに、本当に。だけどそしたら本当にこう自分から声をかけるとかすいませんみたいな、ちょっと毎日朝会いますよね、毎日この電車乗ってますよねとか、どこ行ってるんですかとか話せばいいのになっていうふうにも思いました。そうだからなんでそんな、なんかよっぽど直接その人にこう声をかけて、コミュニケーション取った方がよっぽど楽しいと思うんだけど、多分そういうことをする自信がない。うん、自分はそんなにいい男じゃないとか思ってるんでしょうね。私、気持ち悪いって思われるとか思ってるんでしょうね。まずでもね、その考え方がダメだなって思います。強く言うと。そんなやつはダメだなと思います。あの本当に触りたいとかね、本当に好きだ素敵だなと思ってんだったら、そういう人にちゃんと声をかけられるように自分で頑張るべきだし、あの何ですか、なんかそんなところで自分の気持ちをこう満足させるようなことをしてたら良くないっていうか、人生それはつまんないと思うんですね。なんて小さい男だって言い方するんですけど、小さいやつって言うんですけど、満足することが小さすぎる。そんなんでいいの？本当にそれであなたはお腹がいっぱいですか？
心がいっぱいですか、幸せですかってちょっと思ってしまいます。なんかなって思います。だから犯罪だからダメだよ、警察に捕まるからダメだよっていうことだけど、まずはもうそれがあなたにとって本当に楽しいことなんですかって、なんかもうちょっとないのって、なんか思いますね。なんか逆にもし私が電車にその自分がすっごい好きなタイプの人がいたら、私はもう声をかけたいんです。そう、声をかけたい。って例えばサッカー選手のクリスチアーノ・ロナウドとか、外国の人ですかみたいな言ったら私は声かけますね。触りたいとも思うけど、握手してほしい。もうなんかいろいろすごいその手を触りたいとか思うかもしれないけど、いやまずそうする前にまずはもう目を見て話したいみたいな、ちょっと声をかける。もし言葉が通じなくても「すいません」みたいなって言って、とりあえずまず英語で声をかけてみる。まあちょっと分かんないな、スペイン語かな、クリスチャーノ・ロナウドはスペイン語だったかな、オラとか言ってなんか、なんか近づいていきますね。ちょっとやばいやつ、危険な人だと思われると思いますけど、痴漢はしないですね。私の心はそんな痴漢だけでは満足しないから、そうそこが一番、そう満足しない、ダメダメダメ、もっともっとコミュニケーション取りたい、もっともっと近くで見たい、私のことも見てほしいって思ってしまうの、それが私にとっての幸せなので、それで私は満足すると思うから、ちょっとその人触っただけで全然満足しないです、私はね。だから多分その声のかけ方によってはそんなに気持ち悪いって、何あなた嫌だって思われないと思うので、なんかもうちょっと痴漢してる人もうちょっと考えたらいいんじゃないって、もうちょっと違う方法で自分の幸せを手に入れてほしいなってちょっと思います。はい。まはい、唾が喉に入りました。でも止めません。唾っていうのは口から出る水ですね。はい。変なとこに入りました。そうですね。だからまあ痴漢にそんな話をしても多分痴漢はね、私のことは理解できないと思いますね。そんなのできないんですよ、恥ずかしいとかね。いやいやいや、なんかそっと触るのが楽しいんですとか言うんでしょうね。わかんないですね。でもなんか嫌だなって。やられる方は本当に気分が悪いので、何回も被害に遭う痴漢に遭う人は本当にもう怖くて電車に乗れなくなったりするそうなんですよ。反対に心の病気になっちゃう。かわいそうです。だからダメですよ、本当にね。やめてくださいって思います。はい。なので、ちょっと、まあ、こういう感じです、日本っていうので、私の話もそうだし、今日その動画、皆さんに紹介します。ビデオ紹介します。今日のこの私のビデオの下のコメントのとことかにリンク書いておくので、日本のテレビ会社が作ったビデオです。テレビで放送されたものが YouTube でアップロードされてたので、こういう痴漢が本当にいるんだみたいな。で、警察がこういうふうに痴漢を捕まえてますっていうのが、分かる動画があったので、よかったら見てみてください。なので、日本に来て満員電車に乗らなければいけない人はすごい怖いって、でもそれは思わない方がいいです。ちゃんと日本も警察も電車に乗ってるので、電車に乗ってます。警察が電車に乗って痴漢がいないか確認してますので、ちょっと安心して見てください。はい。見てくださいとか乗ってください、皆さん。で、本当に痴漢にあったら助けてって言った方がいいし、周りで見たらそれをやっぱりあの人ちょっと痴漢してますって助けてあげてほしいです。はい。ね、電車の中でみんな結構そういう時は日本人は協力して、そういう悪いことしてる人をみんなで捕まえますので、そこ日本人結構すごいところなので、ぜひね、
あんまり怖がらないで、乗ってほしいなって思います。はいね、ちょっと一つ日本の問題でした。はい。じゃあ最後に急いで話します。私の、ビデオ紹介しましょう。JLPT の読解、皆さんのサポートしてます。長文とか短文、中文、はい、JLPT に出ますね。読解は一番難しいですね、やっぱりね。それどうやってやれば合格できるかというのをビデオレッスンで話していますので、ぜひ使ってください。私のオンラインレッスンのリンクの中からそれ見ることできます。はい、リンク下に書いてあります。コメントのとことかに書いてありますので、リンクから、探してください。そして私、Zoom レッスンやってます。3つやってます。1つ、ビジネス日本語。2つ会話練習、3つプライベートレッスンやってます。はい。ビジネス日本語はビジネスのための日本語です。はい。会社で使う結構難しい日本語いっぱいあるので、それを毎週勉強してます。はい。電話が今特にやってます。ビジネス電話。はい。電話は本当に難しい。日本人も自分で勉強するので、そのぐらい難しいですので、外国の皆さんにとってはもう、はあって思う、なんだこれって思うこといっぱいあると思うんですけど、はい。やりましょう。で、今度の日曜日から、そうですね、日曜日から、面接練習をやります。会社に入るための面接の練習。会社に入る時のテストありますね。面接のテスト。あれの練習します。はい。2月25日からそれを始めます。はい。ぜひ、もうすぐですね。必要な人、ぜひぜひ来てください。締め切りまだなんとか間に合いますので、25日から入りたいという人、ぜひまだ間に合います。どうぞ来てください。やりましょう。面接はとっても大事です。はい。そしてこれ、ここに書いてあるのは40分間の授業って書いてあるんですが、これは学生さんが増えれば増えるほどこの時間は長くなるので、ぜひたくさんの方来てください。はい。月に2回やってます、授業。はい。お待ちしてます。そして会話練習。これは日本人の友達と話す練習をしましょう。友達とはですます使わないで話します。はい。ですます使わないのは本当に難しい。そして日本語学校とか大学ではほとんど教えないです。そんな時間がないから。はい。ですので、ですます使わないで本当の友達欲しい人、私と練習しましょう。はい。いいと思いますよ。日本人友達できたら楽しいですよ。うん。そして、プライベートレッスンもやっています。皆さん勉強したいこと、何でも一緒に勉強しましょう。皆さん一人と私一人で勉強しましょう。JLPT のリーディング、読解の勉強でもいいし、会話の練習でもいいし、ビジネス日本語でもいいです。ちょっと授業と時間が合わないので、プライベートレッスンがいいですっていう人も今いますので、やってますよ。で、皆さんのレベルは何でも OK です。私、いろんな方を今まで教えてきていますので、どういうレベルの人でも教えられます。カタカナ、ひらがな、今、まだ分かりませんという人でも OK。または N1 レベルまで、それか N0 ぐらいまでとってもできますっていう人でももちろん教えられます。どうぞ一緒に勉強しましょう。この3つのレッスン全部、オンラインレッスンのこのリンクから申し込みできます。このレッスンいくらですかとか、そういうのも全部書いてありますので、そこ見てください。リンクは下のコメントのとこにあります。そして私 X は Twitter やってます。このリンクも下に会話じゃなくてコメントのとこに書いてありますので、そこからお願いします。はい。はい。はいですね。今日ちょっとこんなに長く話す予定なかったんですが、長くなっちゃいました。すいません。なんでしょう。私はこの痴漢の話、自分痴漢にあったことはそんなにショックじゃないので、ショックだったけど、悲しかったけど、嫌だったけど、今はもう話せるぐらいもう、何ですか。もうはい。もう遠い思い出になってますので、大丈夫ですから、あんまり心配しないでください。はい。そうですね。で、皆さんには本当にあまり怖がらないで日本の電車乗ってほしいですっていうこと。はい。
ね、ただ自分の体は自分でしっかり守らないといけないっていうのも一つありますので、男の人であっても気をつけてください。ね、男の人も危ないかもしれない、はい、男の人に痴漢に遭うかもしれないので、気をつける。で、女の人は女の人で気をつける、はいね、してくださいということでした。ぜひ皆さんのコメントを、本当にいつも楽しみにしてるんですね。メッセージ、皆さん思ったことを自由に送ってくれると嬉しいです。次ビデオ作る時のいいヒントになるので、ぜひ待ってます。よろしくお願いします。今日もありがとうございました。